目尻の方が下がってきたりとかカールついてしまうと女の子っぽくなってしまうので、なるべくまっすぐめに描くようにしています。お久しぶりの人も初めましての人もこんにちは、さよと申します。休日コスプレコンパニオンとして働かせていただいたりしています。今日は銀玉のカムイのコスプレメイクを紹介したいと思います。よろしくお願いします。どうぞご覧ください。カラコンがフェアリーのブルーを使っています。普通のギャルブランドのカラコンになります。ブルーなんですけど、鮮やかすぎないブルーというんですかね。発色が今いいのも出てるので、あんまりそういうやつじゃないやつを選んでます。テーピングなんですけど、とりあえずこの輪郭をシャープに見せるのにまず上に上げてるのと、あと顎のラインをすっきり見せるのに後ろ向きにやってるのと、あとつり目なので目の横を引っ張るようにテーピングしてます。その6本ですね。アイテープは100均のを使っていて、ちょっと肌色のやつ、なるべくあんまりわからないようなやつを使ってます。私がまぶたの上の肉が多いので、普通の伸ばすやつだと弾いちゃうんですよね。なので普通の片面接着のを使ってます。貼り方なんですけど、黒目の上だけ幅広くなっちゃうと女の子みたいになってしまうので、なるべく平行になるように、伸びないやつなんですけどちょっと引っ張りながら貼るようにして目尻の方で調節してます。ベースがメディアのメイクアップベースのグリーンを使ってるんですけど、グリーンだったら特に何でもよくて、私の赤ら顔を消すためにグリーンにしてるので、人によってはツヤを出したい時は紫を使ったりとかっていう人もいるかと思います。結構何でもいいです、自分の肌に合えば。ビセのコンシーラーなんですけど、伸びが良くてカバー力もあるっていうのが欲しくて、コンシーラー2回やってるんですけど、1段階目の全体的にくすみとかシミとかを隠すのに使ってます。24H コスメなんですけど、カバー力があるのでほくろとか特に濃い部分的に消すのに使ってます。で、のせた後にあんまり伸ばしすぎないっていうのを気をつけてます。コンシーラーで唇の色を消す前にリップを塗ってるんですけど、別にリップも何でもよくて、いきなりコンシーラーをのせるよりかは白浮きがしないかなと思って、慰め程度にのせてます。24H コスメのやつをまた唇を消すのに使ってるんですけど、これもカバー力が良ければ特に何でもよくて、私の場合は厚みを消すために使ってるので、全部は消さないで半分ぐらいを目安にのせて、ちょっと指でぼかすぐらいっていうのをやってます。クラブエアリータッチパウダーのピンクベージュなんですけど、これが私が試した中でカバー力があってかつ白かったっていうのがあって、この上にもう一段階ファンデーションのせるので、一応全体のあらを隠すのにこれを使ってます。セザンヌの UV フェイスパウダーなんですけど、一番白いやつですかね。これをのせると肌がさらに明るく見えるので使ってます。メディアのアイライナーのペンシルなんですけど、これは下書き用ですね。ちょっと当たりをつけるのに使ってます。ファンデータトゥー K パレットのアイライナーブラックなんですけど、これで本番になるのでちょっと目を引っ張りながら私は描いてます。どうしてもよれてしまったりすると直すのがめんどくさいので、あと二重の幅全部がライナーで埋まらないように時々目を開けながら塗って調節してます。で、これも目尻の方が下がってきたりとかカールついてしまうと女の子っぽくなってしまうので、なるべくまっすぐめに描くようにしています。これがシークレットライナーって言って薄いアイライナーになるんですけど、これで二重の上線をなぞって二重を強調するのと、あと下のところに涙袋の影を作るのに使ってます。で、涙袋を作ると写真で撮った時に映えるっていうのがあって、一応作ってます。ダイソーのアイブロウブラウン
なんですけど、これはさっき描いた涙袋の下の影ですね、それの目尻側を少し強調するのに描いてます。全部描いてしまうと明らかにもう描きましたっていう線になってしまうので、じゃなくてこれで後ろだけ濃くしてから少しぼかすっていう風にやってます。マジョリカマジョルカのアイシャドウなんですけど、本当はパールが入ってない方が良かったんですけど、ちょっと手持ちがこれでしたっていうだけで、茶色の一番濃いブラウンの方は二重の後ろ目尻側にのせて奥行き感を出すようにしてます。で、真ん中の少しオレンジっぽいのと白いハイライトは涙袋に使って強調してます。またアイブロウにダイソーのものを使ってるんですけど、平行眉とかではなくなるべく上がるようにしています。で、シーンによって角度を変えるとさらにキャラに近づけると思います。で、なるべく細めに、でも薄くしすぎると写真で見た時なくなってしまうので、細くした場合は少し濃いめにしたりとかっていう調整をします。ダイソーのアイブロウパレットなんですけど、これをノーズシャドウに使っています。どうしても男の子だと目があんまりまつげつけなかったりとかではっきりしなくなるので、陰影でなるべく強弱をつけるようにしています。で、眉の下からですね、よく眉のてっぺんから描く人いるんですけど、その下から影を入れて、鼻のあと真ん中のこの下の部分にも入れると影ができるので、より立体感が出る気がします。シュウ・ウエムラの真っ白のハイライトホワイトなんですけど、これもアイシャドウで売ってるんですけど、これを鼻筋あと顎に入れてより陰影を強調するようにしています。チークなんですけど、フェイスというメーカーのアプリコットオレンジ、オレンジ系を使っていて、それをよく多分女の子だと目尻のくの字のところにハイライト入れると思うんですけど、そこにオレンジを入れています。だいたい男の子キャラをやるときに陰影をつけるのはオレンジとかブラウン系が多いです。セザンヌのフェイスコントロールカラーのシェーディングなんですけど、これを顎のラインに入れて影をつけるようにしています。基本的にブラウンの濃いやつだったら何でもいいと思います。ただあまり濃くしすぎると線になるだけなので、ちょっとぼかしてやってみてください。ビボの白いアイライナー、下のラインと自分の粘膜の間を白で埋めるように入れています。で、あと二重の目頭部分にも少し入れて強調してます。最後にこのシークレットライナー、薄いアイライナーですね、これで、ちょっと足りないところを描いたりとか、眉毛を濃くしたりとか、あとはこの目頭の下の部分ですね、ここを黒で全部囲ってしまうと私パンダになるので、これで少し影をつけるだけに収めてます。アラビックヤマト水のりなんですけど、これはウィッグを肌につけるのに使っていて、私は地肌に直接塗っちゃうんですけど、文具なので荒れる人もいるので、その時は一回その下にテーピングとか絆創膏を貼ってからその上に貼るのもいいかと思います。ここにつけるとウィッグの浮きがなくなるので、より自然にウィッグが見えるようになります。あと私の場合は丸顔なので、それを隠すのにもここは貼るようにしてます。ウィッグの羽について、これは根元のところをゴムで縛ってスプレーで固めてドライヤーを当てて冷ましてっていう風に成形してます。それだけで結構崩れないんですけど、より固めたい人はゼラチンを使うと固まります。ただし雨には弱いので注意してください。いかがでしたでしょうか。今日のメイクのポイントはつり目に見せること、目の脇にもテーピングを貼ってつり目に見せるようにしています。他にも動画あるのでぜひご覧ください。じゃあね。